16世紀フランス、宗教戦争と宮廷内対立が錯綜するバロア朝末期、イタリアの名門メディチ家から嫁いだカトリーヌ・ド・メディシスは、国王アンリ2世の死後、3代の王を支えた母公として政治の中心に立った。彼女の名は長らく、黒い女王、毒殺の母、魔術を操る支配者として伝えられ、ヨーロッパ史の中でも異例の負のイメージを帯びてきた。しかし近年、外交文書、医師団記録、同時代書簡の精査により、その毒婦像は政治的プロパガンダの産物であった可能性が高まっている。本校では、実際に毒物使用の記録が存在したか、どのように虚像が形成されたかを再検証していく。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、通説の形成と社会的背景。黒い女王像の起源をたどる。カトリーヌ・ド・メディシスの毒殺伝説が形成された背景には、16世紀フランスの政治的不安定と宗教戦争期の宣伝戦が密接に関係していたと見られている。1559年、夫アンリ2世の急死により、カトリーヌは突然王母として政治の表舞台に立たされる。当時彼女は40歳。王位を継いだのは10歳のフランソワ2世であり、実権は事実上、カトリーヌと殺傷的立場にあったギーズ家の手中にあった。国王の死をめぐり、競技中の事故ではなく暗殺であるという噂が広まり、イタリア出身の王妃への偏見がそれを増幅させた。当時のフランス宮廷では、政治的抽象が宗教的言語で語られることが多く、悪魔、呪詛、毒といった表現が性的の非難に常用された。カトリーヌにとって不利だったのは、彼女がフィレンツェのメディチ家出身であり、薬学や科学知識に通じた文化圏の出であった点である。イタリア・ルネサンスのアルスト騎士か、毒薬の技術は当時のヨーロッパで広く知られており、メディチという姓そのものが薬を連想させた。フランスの保守的貴族層にとって、それは異国の知識危険な術として受け取られやすかった。1559年以降、カトリーヌはフランソワ2世、シャルル9世、アンリ3世の3王を次々に支える。王が若年または病弱であったため、母公の政治介入は避けられなかった。彼女が宗教戦争の中で中道的立場を取ると、カトリック教皇派とプロテスタント双方から敵視される結果となり、両陣営の宣伝文書において裏で毒を使う関係の女として描かれるようになる。1560年代後半にかけて発行されたパンフレット群、リーブル・ド・ポワズン、匿名政治風刺詩などには、カトリーヌを毒を煮る魔女と描いた挿絵が複数確認されている。これらは事実ではなく、政治的イメージ操作であったとされる。近年、資料批判によって注目されるのが、イシアン・ブロワーズ・パレの宮廷記録である。彼の手記には女王母の指示により毒薬を調合したとの記述は一切見られず、むしろ薬剤に通じ、医療上の相談を多く行ったとの記録が残る。さらに、外交使節団の報告、特にベネツィア大使ジャン・ミケーレの報告書でも、カトリーヌは強い理性を持ち、薬物よりも情報によって人を制すると評されている。この時期、宮廷内では毒殺事件が相次いで発生していたが、その多くは原因不明の疫病や食中毒によるもので、当時の医療技術では判別が困難であった。敵対派はそれらを全てカトリーヌの策略に結びつけ、見えない死を彼女の手腕とみなした。特に1560年のコンデコウ暗殺事件やギーズ公視察の噂などでは、彼女の名が繰り返し登場するが、いずれも直接的証拠は存在しない。要するに、カトリーヌの毒殺伝説は、彼女自身の行動ではなく、16世紀特有の政治的象徴言語の中から生まれた虚像であったと見られている。宗教対立、宮廷闘争、性別偏見が結合し、母公を隠された支配者という構図を作り出したのである。この虚像が後世まで定着した背景には、同時代の文芸作品が大きな役割を果たす。16世紀末の風刺詩や17世紀の戯曲では、カトリーヌが毒をもって息子の敵を排除したとする創作が広がり、史実と伝説の境界が曖昧になった。こうして、カトリーヌ・ド・メディシスは生前から見えざる支配者として恐れられ、その印象は没後も長く生き続けることになる。
実証的な裏付けが乏しいにもかかわらず、このイメージは近代まで歴史記述に影響を与え続けた。第2章、実証の試み、毒殺伝説を裏付ける資料の検証。カトリーヌ・ド・メディシスが本当に毒を用いたかどうか。これを確かめるためには、一次資料における記録、証言、医学的記述を精査する必要がある。資料的検証の対象となるのは、同時代の医師、外交官、家臣による記録、宮廷内の事件報告、後世の編纂資料である。これらを比較すると、毒薬の使用を直接証明する文書は発見されていないことが明確となる。まず注目されるのが、外科医アンブロワーズ・パレの証言である。彼はアンリ2世のGとして仕え、国王の致命傷を治療した人物であり、後にカトリーヌの G 団にも属した。パレの著作、戦争と総称の治療及び宮廷滞在記録には、カトリーヌに関する多くの言及があるが、毒薬、暗殺の文字は確認されない。むしろ彼は女王母は薬学に深い理解を持ち、毒と薬の区別に正確であったと記している。この文言は後世の毒使いイメージとは対照的である。次に検討すべきは、外交文書に残る報告である。ベネツィア大使ミケーレとその公認するディの書簡には、カトリーヌの政治行動が克明に記録されている。そこでも策略、忍耐、調停といった表現は多く見られるが、毒や暗殺といった語りは出現しない。むしろスルディは彼女は直接的暴力を忌避し、情報操作と婚姻政策によって均衡を保とうとすると報告しており、実際の行動は物理的排除よりも政治的管理に重点を置いていたことが示唆される。さらに、当時の宮廷における毒殺事件の多くが、現代の医学的視点から再検討されている。例えば1560年に急死したフランソワ2世は、当初毒を盛られたとの噂が立ったが、パレの解剖記録では慢性の耳の瘙による感染症死と診断されている。同様に、ギーズ公フランソは暗殺やコリニー帝徳暗殺も、いずれも武力政治的陰謀による事件であり、毒物の使用は確認されていない。興味深いのは、カトリーヌが実際に毒薬庫を所有していたとする伝承である。宮廷の一部ではトゥールの塔、ティユイルリーの秘密室と呼ばれた部屋が存在したとされるが、考古学的調査では、そこから毒物の痕跡は検出されていない。むしろ、香料、薬草、保存剤などの容器が発見されており、それは当時の上流階級女性が一般的に所有していた薬草調合室と一致する。つまり毒薬庫は、実際には医薬、香料の実験室だった可能性が高い。伝説が形成された要因の一つには、カトリーヌの周囲にいた占星術師のストラダムスの存在もある。彼が預言書に象徴的表現を多用したため、未来を操る女王との印象が広まり、神秘主義と毒殺伝説が結びついた。加えて、メディチ家がかつてフィレンツェ戦争で暗殺事件を経験していたことも、血に染まった家系としての連想を強めたと考えられる。17世紀初頭の編纂資料、フランス年代記やモラリスト文集では、すでにカトリーヌ毒殺者の定型表現が確立しており、これは当時の政治宣伝に由来する。ブルボン朝初期、王権の正当性を強調するために、バロア朝を道徳的に腐敗した生態として描く傾向が生じ、カトリーヌの名はその象徴とされたのである。20世紀後半の研究では、実際の毒物学的証拠を求めてティユイルリー宮殿跡やロワール地方の邸宅が調査されたが、有毒金属の検出量は装飾品由来の範囲を超えないと結論付けられた。つまり、物理的証拠の面でも毒の女王説を支持するものは見つかっていない。これらの検証を通じて見えてくるのは、毒殺伝説が史実ではなく、複合的な要素によって形成された政治的神話であるという点である。すなわち、イタリア出身の外国王妃という偏見、宗教戦争下でのプロパガンダ、後世の文学的誇張の3要素が重なり合っている。彼女自身の医学的関心や薬草知識が誤解と恐怖の象徴に転化されたのである。このように資料の実証的分析によってカトリーヌが実際に毒物を用いたという確証は見出されず、むしろ彼女が医療的科学的関心を持った知識人であったことが浮かび上がる。では
なぜこの巨像が数世紀にわたって人々の記憶に定着したのか。その理由を辞書では政治心理と情報操作の観点から考察する。第3章、巨像の定着と情報操作、恐怖の母校が作られた過程。カトリーヌ・ド・メディシスが毒の女王として語られるようになった背景には、史実よりもはるかに複雑な社会的心理と政治的要請が存在していた。16世紀のフランスはカトリックとユグノーの宗教戦争によって国家の基盤が揺らいでおり、権力の中心に立つ人物は常に敵対的宣伝の標的となった。カトリーヌはその性別、出自、行動様式の全てが異質とみなされる条件を兼ね備えていたため、敵味方双方から不可視の支配者として恐れられ、やがて黒い女王という象徴が形成されたと考えられている。1559年のアンリ2世の死後、カトリーヌは未成年の王を3代にわたって補佐し、王権を維持する役割を担った。彼女は武力よりも交渉を重んじ、カトリックとプロテスタントの中間に立つ調停政策を採用したが、この中立性は敵対的両陣営からの疑念を同時に招いた。彼女が誰の側にも完全には属さなかったため、宗派のいずれもが裏切られたと感じ、その失望が敵意に転化したのである。この敵意は当時急速に発達していた印刷文化によって増幅され、風刺的パンフレットや詩文、木版画によって毒と呪詛を操る母校という像が作り上げられた。1560年代の宗教戦争初期、カトリーヌの政治的立場を描く文書の多くが匿名で流布された。それらには、彼女が王を毒殺し、敵対貴族を密かに排除したとする記述が散見されるが、同時代の公文書には裏付けが存在しない。特に毒杯を差し出す女王と題された木版画は、視覚的効果をもって広く出回り、民衆の間に恐怖の印象を植え付けた。こうした図像表現は文字情報よりも感情的に強く、宗教的憎悪と結びついて定着したとみられる。1572年のサンバルテルミの虐殺は、この巨像を決定的なものにした。コリニー提督の暗殺に続いてパリ市内で起こった虐殺は、宗教戦争期最大の流血事件となり、その責任を問う声が国内外から集中した。実際の発令過程を追うと、国王シャルル9世と枢密顧問団の議論を経て混乱の中で暴徒化したものであり、明確な指令文書は残されていない。それにもかかわらず、国外のユグノー亡命者たちはこの事件を応募の陰謀として喧伝し、ロンドンやジネーブで刊行されたパンフレットでは、カトリーヌを毒と裏切りで国を支配した魔女と断じた。この表現が翻訳を通じてヨーロッパ全体に広がり、以後彼女の名は恐怖政治の象徴となった。興味深いのは、この巨像が単なる政治的敵意から生まれたのではなく、女性による権力行使への根源的な違和感と結びついていた点である。16世紀フランスでは、女性の政治介入は例外的であり、王権の正当性を普遍的秩序に置く社会では、女性が国家を動かすことそのものが説明不可能な現象だった。カトリーヌのように理知的に統治し、外交を主導する女性を理解する語彙が存在せず、結果として裏の力、毒、呪術といった言葉がその空白を埋めたと考えられる。つまり、理性で統治する母校という現実は、魔術で支配する女王という象徴へと置き換えられたのである。17世紀に入ると、この象徴は歴史叙述の中に組み込まれていく。ブルボン朝初期の歴史家たちは、前王朝バロワ家を道徳的に貶めることで新王朝の正当性を強調した。その際、カトリーヌの関係と毒はバロワ朝堕落の象徴として描かれた。例えば1620年代のフランス年代記では、彼女が暗闇で薬瓶を操る老母として記され、政治的腐敗の擬人化として利用されている。こうして巨像は文学的道徳的語彙の中に溶け込み、実証不可能なまま歴史の表層に定着した。19世紀になると、アレクサンドル・デュマの小説王妃マルゴがこの伝承を再生産した。作品の中でカトリーヌは、冷徹な策略家であり、毒薬を自在に操る人物として描かれる。デュマは史料的根拠を書きながらも、読者の想像力を刺激する劇的装置としてこの巨像を利用した。その文学的影響は決定的であり、以後カトリーヌ毒の女王という構図は近代ヨーロッパ文化の共通言語となる。彼女を題材とした歴史画や戯曲も同様の描写を踏襲し、
虚像は芸術的美学の一部にまで昇華された。このようにカトリーヌ・ド・メディシスの毒殺伝説は史実ではなく記号としての生命を得た。宗教的政治的宣伝、性別偏見、文学的演出が重なり合い、彼女の実像を覆い隠したのである。現代の資料分析により、その多くが根拠を欠くことは明らかになったが、虚像は依然として強い感情的リアリティを保っている。歴史の記憶はしばしば事実よりも物語の方を選ぶ。カトリーヌの名が500年を経てもなお黒い女王として語られるのは、その物語が社会の恐怖や偏見を象徴する器となったからである。第4章、宮廷儀礼と呪術の境界、魔女イメージの生成と心理的影響。カトリーヌ・ド・メディシスが魔女、呪術師と呼ばれるようになった経緯は、毒殺伝説と密接に連動していた。資料的に確認できるのは、彼女が科学的実験的関心を持っていたという事実であり、それが同時代の宗教的感性の中で禁忌に転化した過程である。16世紀フランスにおいて、医薬学、天文学、占星術、錬金術は未文化の地の領域であり、知識の探求そのものがしばしば宗教的魔術的表彰と混同された。カトリーヌはこの中間領域の地に深く関わった稀有な王妃であり、その活動がやがて魔術的政治というイメージに変質した。彼女がフィレンツェで受けた教育は、メディチ家伝統の人文学と自然哲学に基づくものであった。薬草学、占星術、医術、芸術理論が統合的に教えられる環境の中で育ち、薬草調合や天体観測を王侯貴族の教養として身につけた。フランス宮廷においても、彼女は占星術師のストラダムスを招聘し、疫病や婚姻の吉凶を占わせた記録が残る。だがそれは政策決定の根拠というより、儀礼的演出の一環に近かったと考えられている。カトリーヌは占星術を迷信ではなく、王権の権威を視覚化する舞台装置として利用した可能性が高い。1560年代以降、彼女が主催した宮廷祭典は、象徴的意味を持つ演出で知られている。例えば1564年の理論行幸では、天体と四大元素を象徴する装飾が行列に組み込まれ、王権の調和と秩序を視覚的に示した。こうした儀礼的美学は、ルネサンス期イタリアの祭典文化の延長線上にあるが、宗教戦争下のフランスでは理解されにくく、神秘の儀式、魔術的狂言として受け取られた。特に敵対的なカトリック教皇派は、これを異端的儀礼として攻撃し、彼女が悪魔崇拝を行っているとする抽象を広めた。同時代の証言としては、ベネツィア大使スルディの報告が注目される。彼は女王母は象徴を好み、演出をもって人心を導くと記しており、カトリーヌの行動を心理的政治的操作として理解していた。彼女にとって、儀礼は支配の道具であり、宗教的権威に依存しない可視的秩序を作り出す手段だったとみられる。つまり、彼女の政治様式は呪術的というより演出化された理性であったが、その手法が不可解であったために魔術と誤解されたのである。しかし、誤解が生じた背景には、カトリーヌ自身の慎重すぎる沈黙と閉鎖的性格も一因とされる。彼女は書簡や日記で感情をほとんど表さず、目的を明言しないと落ち者だった。この沈黙が周囲にとって何かを隠しているという印象を与え、呪術的想像力を刺激した。人々は説明不能な権力の根拠を魔力に求めることで安心を得ようとしたのである。17世紀の文献では、カトリーヌを占星術に溺れた女王、悪魔の書を読む母校と描く記述が増える。これは実際の資料よりも、社会が女性権力を理解できなかったことの反映である。女性が理性的政治を行うという想定がなかったため、彼女の行為は理性を超えた支配としてしか説明されなかった。こうして毒と呪術は一つの物語に融合し、科学的知識への関心が禁断の術へと置き換えられた。近代に入ってからも、この魔女的カトリーヌ像は文学や絵画に再生産された。デュマの小説だけでなく、19世紀の歴史画家ドラクロワやデラロシュも、彼女を暗闇の中で水晶玉や航路を前に座る姿で描いた。これらは史実の反映ではなく、女性と権力、理性と魔術という対立図式の象徴である。20世紀のフェミニズム史学では、
この表彰を知性ある女性を排除するための文化的レトリックとして分析している。つまり魔女というレッテルは社会が女性の政治的主体性を受け入れられなかったことの証左であった。カトリーヌ自身が魔術的行為を行った確証は一切存在しない。だが彼女が象徴や儀礼を用いて政治を演出したことは確かである。その演出がもたらした支配の効果は大きく、彼女の死後も宮廷儀礼の体系として継承された。彼女が構築した見せる政治は後のブルボン王政におけるベルサイユ文化の原型となったとする研究もある。すなわち魔女と呼ばれた女性が実際には近代的統治美学の創出者であったという逆説である。第5章、再評価と記憶の変遷、史実への回帰と現代的意義。カトリーヌ・ド・メディシスの死後、彼女の名は長く恐怖と陰謀の象徴として記憶された。だが19世紀末以降の歴史学と女性史の進展により、その評価は緩やかに修正されていく。再評価の契機となったのは、彼女に関する膨大な書簡群の整理と政治史の文脈での再読であった。20世紀前半にかけて公刊されたカトリーヌ・ド・メディシス書簡集は、彼女が宗教戦争下で取った政策判断や外交交渉の具体的内容を明らかにし、従来の常念的陰謀画像を覆す資料的基盤を提供した。書簡の中で際立つのは、彼女の冷静な文体と論理的思考である。感情的表現が極端に少なく、判断の根拠を事実と報告に求めている点が特徴的だ。特にプロテスタント貴族との交渉に関する文書では、暴力ではなく時間をかけた説得、和解の機会を重視しており、戦争を回避しようとする意思が読み取れる。これらの資料は、彼女の政策を均衡の政治として再定義する学説を支えた。彼女が取った方針はしばしば優柔不断と批判されてきたが、同時代の状況を考慮すれば、宗教対立の中で国家を存続させるための現実的戦略だったと理解できる。また、近年のジェンダー史研究では、カトリーヌ像を女性の権力行使という視点から再構成する動きが強まっている。男性的リーダー像が支配的であった16世紀において、彼女の政治スタイルは母性による支配、朝廷による安定化といった新たな権力モデルを提示していたと考えられる。彼女の統治は暴力ではなく儀礼、恐怖ではなく演出によって維持された。前章で述べたような儀礼的操作や象徴の使用は、宗教的権威に代わる視覚的政治の方がであり、後の絶対王政が採用する宮廷文化の原型を先取りしていたと評価されている。史学的転換点となったのは、1960年代のアナール学派による社会史的研究である。彼らは宗教戦争を単なる宗教対立ではなく、社会的構造変動として読み替え、その中でカトリーヌを危機管理者として位置づけた。彼女の政策が短期的には不安定を招いたとしても、長期的にはフランス国家の再統一へとつながったとする見解が主流となりつつある。こうして毒殺者から秩序の維持者へと評価が反転した。現代では、カトリーヌ・ド・メディシスはもはや呪術的支配者ではなく、危機の時代に理性をもって統治した政治家として再定義されている。その一方で、彼女をめぐる黒い女王像は文化的記憶として消えていない。映画、小説、映像作品では依然として魔性的存在として描かれることが多く、史実と物語が二重構造をなして生き続けている。これは、歴史が人間の感情と想像の中で再生産されることを示す一例であり、カトリーヌの事例は記憶としての歴史を考える上で極めて重要である。こうした再評価の過程を経て、カトリーヌ・ド・メディシスは誤解の象徴から理解の対象へと移りつつある。彼女の虚像が数世紀にわたり維持された事実そのものが、社会が女性の権力をどのように恐れ、物語化してきたかを映し出す鏡であった。資料の再読を通じて、私たちは毒と呪術の女王の背後に隠れた、もう一つの顔、理性と秩序をもって危機の時代を制御しようとした統治者の姿を再発見するのである。今回の動画は以上となります。カトリーヌ・ド・メディシスをめぐる黒い女王、毒殺、魔女という伝説は、資料的裏付けを欠いたまま数世紀を生き延びた。その起点は、宗教戦争下の政治的プロパガンダと性別偏見にあり、同時代社会が理解しきれなかった女性権力への恐怖がその虚像を育てた。
実証研究の進展により、彼女が実際には科学的知識と冷静な判断を備えた現実主義者であったことが明らかとなり、毒や呪術といった要素は象徴的誤解に過ぎなかったと見られている。彼女の政治は暴力よりも調停、恐怖よりも秩序を施行し、宮廷儀礼や視覚演出によって国家の安定を支えた点で、近代統治の原型を先取りしていた。現代におけるカトリーヌの再評価は、単なる名誉回復ではなく、歴史はいかにして虚像を生み、それを信じ続けるのかという根源的な問いを投げかける。史実の解明と同時に、虚構の持つ社会的機能を理解することこそが、歴史叙述の成熟に不可欠である。カトリーヌ・ド・メディシスは、事実と物語、理性と迷信の狭間で形作られた記憶としての権力の象徴であり、今なお過去と現在を結ぶ鏡として存在し続けている。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。